はい、どうも、料理人 VTuber の赤身人でございます。ということでね、今回の台所革命のテーマは、揚げ油でございますね。皆さんね、ご自宅で揚げ物したい、することはあると思うんですけども、いろいろ悩みはあると思うんですよね。油って結局何回使えるんですかとか、揚げ油ね、やってはいるんですけども、次いつ使うかわからないから、結局その油って怖くて使えないんですよね、とか。あとはとにかくコンロ周りがもう汚くなるんで、もう絶対うちではやらないです。もうそれだったら、お惣菜買ってきますみたいなね、方もおそらくいらっしゃるでしょうし、それとはね、またちょっと別の派閥で、揚げ物をするにしても、すぐね、揚げ終わった後すぐ片付ければ、コンロ周りもね、すぐ綺麗に片付くっていうのを知ってる人は、さっと片付けてから食べるっていう方が、あともう一つは、もうあったかいうちにとにかくね、食べた方が美味しいっていうのが分かってる人は、もう揚げたらもうね、食卓の方に持ってって、もうすぐ皆さんで召し上がるっていう、この2パターンあると思うんですよね。で、私もね、どっちかっていうと、後者の方で、もうあったかいうちにね、やっぱみんなで食べたいんですよ。ですので、そうなるとね、当然、洗い物とかもちょっと大変になっちゃうじゃないですか。そこら辺なんかのコツなんかもちょっとお見せできたらなっていうところで、今回は、プロがね、厨房でやっているやり方をご紹介するのではなくて、自宅にフォーカスした自宅での揚げ物の考え方というところにフォーカスして、動画を1本作ってみました。で、今回は動画の中で唐揚げをちょっと作ってみます。で、その唐揚げを作るところで最後のこのどういう風に片付けてるのかなっていうところとか、油の処理の仕方とか、ちょっとお話できたかなと思っておりますので、早速やってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、こちらね、私がだいたい15年以上ちょっと使ってる揚げ鍋になるんですけども、主に自宅で使ってるんですが、こういうね、深いタイプのものを使っております。鉄製のもので、蓋付きという形で、蓋と一緒にね、使っております。最近はちょっとね、出番がなくなってきてるんですよね。で最近ですね、こちら、一人用で使っている揚げ鍋になりますね。テフロンタイプのものなんですけども、上がねちょっと細くなっていた油跳ねがしづらくて深いタイプということで愛用しております。で、今回はこちらのね鍋で揚げ物をやってみましょう。スタンダードな形になりますので、では今回はねこちらの唐揚げ揚げていきたいと思います。ではね、鍋に、油を張りまして、でこういった、こちらの器具また後でご紹介するんですけども、前回の余った油ですね、こちらちょっと足してちょっとね、油を多めで使っております。で、こういったね深いタイプのものはある程度の油を入れてあげた方が油跳ねがね少ないですので、私はねそこを好んでこの深いタイプを使うっていうところですね。で、鍋の置く位置なんですけども、手前と奥、あると思うんですよね。できれば奥ですよね。油がね跳ねた時に、できるだけ床に行ってほしくないんですよ。でそれもあるので、私は基本的に手前ではなくて奥の方に行ってますね。あとはとっさの動きでね袖に引っかかって鍋油をひっくり返してしまうっていうね、自己防止もあって、私は奥の方のコンロに、置くっていうことをしておりますね。普段はですねあまりお見せすることはないので、なかなか映す機会はないんですけども、私のこのキッチン周りってこんな感じですね。あまり物を置かないんですよね。で揚げ物やるっていう時はもう今このステンのね台の上にあるようなものはもう全部一回外しちゃいますよね。できるだけ物を置かないようにしてます。結局その油汚れがねすごいことになっちゃいますので、私は本当にもう基本的に火口の周りっていうのはもう自分の使うもの以外は置かないっていう、ルールにしてますね。
結局炒め物をしても揚げ物をしても汚れる時は汚れますので、普段使っているものですと必ず洗うっていうところがありますから、そういったところで洗い物を少なくしてるっていうことをしてますね。で、このね竹串をスッと入れて、ちょっと経ってからもやもやもやっとこのね気泡が出ればだいたい180度です。ちょっとね、センサーで見てみましょうか。今ちょうど180度ぐらいのはずですね。だいたい今180度ですので、ここから唐揚げを入れていきます。でね、この深いタイプに入れていくとぐっと下に沈んで全体で火が入っていくので、水分がねこの横に跳ねる前に上に行っていただけるので、そんなにバチバチ周りに跳ねることがないのがこの深鍋のいいところだったりはするんですよね。その時にできればちょっとこの動画の方では油は多いかなっていう感じなんですけども、もう少し少なければ跳ねたところで壁に当たってコンロに行くことがないっていう利点もあったりします。いい感じにね唐揚げも上がってきましたので、こうやってね揚げていくんですけども、こうやってね、一回揚げた後にこうやって揚げかすがあると思います。これは必ず取りましょう。これがを放っておくと油がね劣化していく原因になっていきますので、これはその都度取ってあげてください。でそれを取り終わりましたらまた次の唐揚げを入れていくみたいな感じですね。で結構ねファミリーサイズぐらいの量は揚げたんじゃないですかね。こんな感じでねちょっと唐揚げは一回ちょっとたくさん揚げさせていただきました。でねこの後ねもう大体私もそうなんですけども、こうやって持ってもうあったかいうちに食べようみたいな感じなんですよね。で揚げ終わりましたら揚げ終わった直後大体こういうステンのところにもこうやってね油が見えるかな、跳ねてはいるんですよね。こうですね、跳ねておりまして、でこういったところにもですねこうやって油が跳ねてるの分かりますよね。水滴みたいなこれは全て油ですね。油跳ねになりますね。でこちらもありますね。はい、ここからなんですけども、一旦ねちょっと鍋を動かしまして、で、ステン台のところですね、まずこのアルコールシューッと吹きまして、まずもう軽く拭いちゃいます。さーっと拭いてしまいます。もうこれだけでいいですね。はい、もう拭けるとこはねささーっと拭いちゃいます。もうこういったねステン周りのところはもうアルコール拭いてもうさっと拭いちゃうっていうところですね。でアルコールを拭いてあげると油が浮きやすくなるんですよね。でそこを拭き取ってあげるっていうだけのロジックですね。まずはねこんな感じで軽くね全体的に拭いてあげれば OK かなみたいな感じですね。で、こちら丸五産業さんの、ファミリーコスロンっていうね油こし器になります。そちらにね、こちらをまだねあったかいうちに入れちゃいます。一応推奨温度は80度ぐらいなんですけども、私高い温度で入れてね使っちゃってるんですよね。で私がね最近この鉄鍋を使わなくなった理由が今こぼれてましたよね。これなんですよね。これがあって使わなくなってあちらのテフロンタイプのものに切り替えたという感じですよね。でこんな感じで油が落ちていきます。で周りをね拭いてこの油こし器に油を全部入れたらもうここでね熱々の唐揚げを食べに行くっていうような感じですね。じゃあねここで使っているアイテムのちょっと紹介ですね。こちらよくあるアルコールですね。食品アルコールを使って拭いておりましたね。で、こちら中性洗剤、ほとんどの油汚れはもうこれで OK なんじゃないかなっていうぐらいのところですね。これはもうよく使っておりますね。はい。で、強い油汚れがある場合はもう基本これをちょっと使うかなっていうぐらいですね。もう本当に焦げがちょっとしつこいっていう時はこれを一拭きして柔らかくしてから、こすってあげるって感じですね。で出ました。これがですねこれガチのやつですね。スチコンクリーナーといって超絶強力なやつですね。
でそれをこういったねスプレーに入れてシュッシュってやってるんですけども、だいたいこいつで落ちない油はないですっていうぐらい強力ですね。はい、こちらねコスロンですね。ちょっと洗ったものになるんですけども、こんな感じでねフィルターをこう通しまして、こんな感じですね。こう何枚にもねなってるんですけども、それをこの中央の穴にこう刺してあげます。こんな感じですね。で刺してあげるとこうフィルターがセットできるっていう感じで、でそこに網をかけて油をこう流してあげるとできますよっていう感じですね。でこんな感じで、しまってあげるっていう感じですよね。はい。で私はねいつももうこう食べ終わってからこうやって五徳を洗う感じですよね。でこの程度だったら、正直中性洗剤だけでもいいかなと思うんですけども、まずはね軽く油をこう拭き取ってあげて、でこの時はねもう油専用のダスター使ってます。でこういった感じで、今回はマジックリン使わせていただきまして、で軽くこすっていきます。で気になるところもねちょっとこうこすってあげて、で全体的にねこう拭いていきながら、拭き上げていきながら、最後にちょっとねアルコールこう拭いてあげて、でもう完全にねここで油を浮かせて全部取っちゃうっていう感じですよね。結局やっぱりアルコールが一番やっぱりやりやすいですよね。でこんな感じで五徳の方も洗っていきまして、これはもうね中性洗剤で洗ってます。ここまでもうきつい汚れでもないので中性洗剤でやっちゃってますね。でこれがねだいたいいつもの見ている風景じゃないですかね。いつもこんな感じで掃除してますね。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。揚げ油ですよね。でこちら唐揚げを揚げて、最後の片付けまで一連の流れをお見せいたしました。まずはですね、ちょっとご説明として、洗剤の部分なんですけども、世の中ねこの油に対しての洗剤ってめちゃくちゃあるんですよね。で家庭用ってどれぐらいあるのかなと思ったらものすごい量あって、例えば重曹系の洗剤だったりとか、あと節気水っていうアルカリ水が販売してたりとか、それだけのためにこういろんなものがこう販売されてるんですよね。で私もいくつか試させていただいたんですけども、結局家庭でやるレベルの揚げ物であればアルコールと中性洗剤とでマジックリンの頑固汚れ用のグリーンのやつですよね。3つがあればもう十分かなと思ってるので、それだけの例えにですね例えば節気水を用意するとかっていうのはあんまり必要ないかなっていうところで3つに絞らせていただいております。で、最後にお見せしてますスチームコンベクション用のスチコンクリーナーですよね。あれはですね本当は家庭で使うものではないんですよね。どういったものかっていうとスチームコンベクションというマシーンがあって、その中にこのスチコンクリーナーを吹いていって、で中でですねスチームをかけて、その中にいろんな機材を入れて一緒に洗うっていうようなものなんですよね。ですのでスーパーミラクルワンダフル超強力な洗剤です。で私どういうところに使ってるかっていうと、例えばダクトとかですよね。ダクトの油ってなかなか落ちないじゃないですか。でそれこそマジックリンのグリーンのやつも力はあるんですけども、あいつのですね多分3倍ぐらいのパワーはありますねっていうぐらいめちゃくちゃ強力なんですよ。ですので当然換気は必要になってきますし、手袋は絶対ねしないともうめちゃくちゃ手が荒れますのでっていうぐらい強力なものではあるんですよね。ですので私もあれで使うのは本当にダクト洗う時と、あととんでもなく焦げがついてしまった時とか、鍋磨きでどうしてもなかなか落ちないものがあるっていう時にこう使ったりとかするぐらいで、基本的にそんなにスチコンクリーナーっていうのは年に本当に数えるぐらい
なんですよね。ほとんどもうやっぱり中性洗剤、アルコール、あとマジックリンの頑固汚れ用のグリーンの洗剤、この3つがあれば十分かなと思っております。はい。はい、ということでね、皆さん、やっぱり油のルールってよくわかんないですよね。だと思うんですよ。で、よくこう、プロの方が言うお話っていうのは、プロの現場でのお話を中心にされてることが多くて、で、まあ、現場でやる場合っていうのはもうほぼその油って動いてるんですよね。ただ家庭って違うじゃないですか。まあ、プロの現場ですと、お昼の営業で油を使って、で、もうガンガンね、使って、その後、まだいけるっていうんであれば、夜の営業も使って、みたいな感じなんですよね。ただ、まあ、そこは、厳しいところですと、まあ、私がいた、まあ、レストランとかは、1営業ずつ全部油変えてましたし、あと、まあ、銀座のね、有名な、超有名な、天ぷら屋さんとかは、もう営業中に油変えてましたので、やっぱそこまでやるんだ、なんて思いながらね、やっぱり見てましたけども、やはり現場と家庭での油の使う頻度っていうのが全く違うので、で、今回は皆さん油の使い方おそらくこういろいろ謎があると思いましたので、今回ねちょっとこういった形で動画を作らせていただいております。で、まず一回使ったら次どうしていいのか分かんないっていうところがあると思うんですよね。で、それがあってよくまあ油はね2回までかなっていうルールにされてる方多いと思うんですよね。これ非常に合理的でいいルールだと思っております。で、ただやっぱりもったいないよな、なんとかしてこれならないのっていうところもあったりとか、まだこの油使えそうなんだけどな、でもなもう3回目は怖いなとか、やっぱりねいろいろこう酸化してっちゃって体に良くないとか、ああいうなんかイメージがあると思うんですよね。で、そこでまあ私なんかは自宅でもねそんなにバンバカ揚げ物するわけではないので、こういったねファミリーコスロンっていうこちらの器具を使わせていただいています。で、こちらはまあどういったものかっていうと、まあろ過していきながら水分もね取っていくんですよね。ですので、まあこした時にこのオイルポットの下の方の層の天井の方に水滴が溜まるなんてこともなくて、非常に優秀なオイルポットで非常に評価の高い製品なんですけども、こちらでまあこしてあげてあげれば、まあ大体まあ使い回しができるっていうものにはなるんですけども、私は大体これで1回こした油に関しては次使うときは何かしら新しい油をプラスしてます。はい。で、あとはその間にですね、まあ例えばちょっと軽く炒めものをするよっていう時は、そこからねオイルポットからちょっと油取ってそれを使ったりとかして消費したりとか、まあそこはねいろいろ考えて油は使ったりはするんですけども、基本的に油の使い方っていうのは私はそういう風に使わせていただいております。で、このオイルに関して揚げ油ですよね。1回こして、で、まあ2回目使いました。で、3回目も、まああれまだそんなに酸化したような匂いがないなとか、食材のこの揚げた匂いがそんなについていないな、じゃあ3回目使えるかなって言った時の、まあ、判断としては、できれば使い始めてから1週間以内っていうイメージは持った方がいいかなと思います。はい。で、もうそれ以上は基本的にもう避けた方がいいかなと思います。というのが油というのはやはり空気とか光とかそういったものに当たっていくだけでこうどんどん劣化していくものになりますので、時間経過で劣化していくっていうイメージを持った方がいいと思いますね。もちろんその揚げ物をしている時にまあ200度以上の油で、揚げてしまうと一気にその油自体が酸化するとか、その加熱中にねどんどん油というのは劣化していく。確かにそうなんですけども、全体的なイメージとしては時間経過でも劣化していくっていうイメージを持っていただければ、油の使い回す頻度としては例えばこのフィルターを通したとしても2回から3回までっていうルールにして、でかつ、1週間以内に使い切るっていうような方向で考えていただければ OK かなと思っております。はい。はい、それとですね、まあ、危険な油ってどういう油かっていうところで、まあ、できればね、ちょっと現物をお見せしたかったんですけども、なかなか私の周りにそういう油というものがなくてですね、ご用意するにも相当な揚げ物をしなくちゃいけないっていうことで、まあ、ちょっと今回ご用意はできなかったんですけども、まあ、こう熱をね与えてる時にもうこの
油面の方から、こう煙が上がってくるような油は基本的にはもう NG、もう絶対に使わないでください。で、もう一つは、その揚げている最中にですね、その鍋の周りに、この細かい泡が、ぷく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 、通称カニ泡とか、カニのような泡で、カニの泡みたいな感じの言い方をするんですけども、そういうね、泡が、鍋の縁にこう、ブツブツ出てくるような、油は基本的に NG ですね。ただ、先ほど言いました、こして、一番最初に使ってから、1週間以内に、コスロンにこして、2回から3回使うっていうぐらいのレベルであれば、おそらくその状態になることはないとは思うんですよね。ただ一応覚えておいていただきたいということで、火にかけた時に煙が出てくるような油は基本的に NG ということと、あとカニの泡みたいな細かい泡がたくさん出てくるような油は基本的には NG ということで覚えておいていただければなと思います。はい。はい。で、処理の仕方ですよね。2パターンほどあるかなとは思うんですけども、古いね、新聞紙にこう染み込ませて燃えるゴミとして出すっていう形と、で、あと、固めるテンプルっていう、ものを使って、こう処理するっていう形ですよね。で、私はですね、固めるテンプル派なので、新聞取ってないっていうのがあるので、なかなかそういったものがないので、私は基本的に固めるテンプルで出しております。はい。その方がね、暑い時にこうさっと入れてこう溶かしてあげて、で翌日ねペロンってこう取れるので、割と手間いらずだったりとかするっていうところで、私は基本的に固めるテンプルを使っておりますね。はい。はい。でですね、ちょっとねこんな表を作りました。せーの、ボン。大体ね、この揚げ物する時の、一つの、ちょっと目安としてこう考えていただきたいなというような表にはなるんですけども、基本的に1回目の、揚げ物が野菜だった場合、その後、例えば肉に行っても野菜に行っても、お魚に行っても基本的には OK かなと思うんですよね。ただ、逆に次、お魚行った場合ですよね。お魚を一発目に行ってしまった場合は、次は、基本的にお魚ぐらいしか行けないんですよね。やっぱり独特の匂いがすごい、出ますので、これね、やっぱりコスロンでこしても、やっぱりこの匂いはなかなか取れなくて、ですので、やっぱりそこで、お魚やった後の油で、野菜をやってしまうと、その、野菜にですね、ちょっとこのお魚の揚げ物の匂いが移ってしまうっていうことがありますので、基本的にこの揚げ物やった一発目の後何をするかっていうのは、この表をなんとなくこう参考にしていただければなと思います。で、これあくまで一例なので、例えばものすごい匂いがついているもの、例えば、生姜とかニンニクに漬け込んだものの野菜をこう揚げたっていう時に、当然ものすごい匂いがついてると思うので、それが移ってしまうと困るな、2回目の時に移ってしまう時は困るなっていうのであれば、そこはね少し考えて別のものにするとかっていうような考えにしたりとか、あとこう油を足す量をね多めにして香りを薄めるとかっていう方法もあったりするのかなっていう感じはします。あくまでねこちら参考程度として見ていただけたらなと思いまして、こんな表の方もご用意させていただきました。はい。はい。ということでね、今回ね、ご紹介したアイテムの中で、コスロンっていうものがあるんですけども、なかなか、そんなアイテム持ってねえよって、なりますよね。じゃあ、持ってない人はどうすればいいんですかっていうところなんですけども、揚げ終わりましたよね。で、揚げ終わりましたら、温度をまず下げてください。で、推奨温度としては、大体コスロンがない場合は、大体50度ぐらい。が推奨ですよね。で、そこまで下がったら、オイルポットの方に、綺麗にね、ペーパーとかをかましてあげて、リードペーパーがいいですね。リードペーパーをかましてあげて、こしてあげて、揚げかすを綺麗に取ってあげて、で、蓋をして、保管してあげてください。それだけで大丈夫ですね。基本的に必ず、ステンレスのオイルポットみたいなものがあるとすごいいいですね。で、油が劣化する条件というのがこちらですね。せーの、ドン。はい。で、まずは、揚げかすを残さない。これ絶対条件になってきます。はい。これが、不純物が入っていると、どんどん、匂いだとか、劣化を促進する要因になってきますので、ここはきれいに取ってあげてください。で、次が、空気に触れさせないっていうことですよね。
まあ、これも非常に大事なところですので、こうオイルポットに入れたら蓋を必ず閉めてあげてください。で、まあ、3つ目が、まあ、光にね、当てないってことです。ですので、これはもうステンレスポットが一番いいですよね。あれこれ考えずに。はい。洗いやすくて、で、かつ、いろんなね、薬剤なんかにも強いというところもあるので、私としてはもう、ステンレス最強かなとは思っております。はい。で、そのオイルポットは、温度の高いところでは保管しないっていうところですね。はい。で、最後に、まあ、どうしてもね、時間経過で劣化してくるっていうものになりますので、まあ、できれば、まあ、1週間以内、ご家庭であればですよね。ご家庭であれば、まあ、1週間以内での、間隔で使い切るっていうようなイメージの方がいいかなっていうところで、今回はご紹介させていただいております。はい。ということでね、長丁場にはなってしまったんですけども、以上がね、揚げ油の、まあ、扱い方と、あと、まあ、油掃除四天王のご紹介でございましたね。はい。まあ、なかなかね、揚げ物ってまあ、ご自宅でする機会って、やっぱり限定されちゃうと思いますし、逆に主婦の方々ですと、まあ、お子さんのお弁当を、まあ、今ですとやっぱりレンチンが多いのかな、レンチンが多いかもしれないんですけども、まあ、中にはね、子供さんのこの揚げ物に関しては、必ず、こうね、自宅で揚げたものを出してあげたいっていうような、思いのある方もいらっしゃると思うので、まあ、何か一つのね、参考になったら嬉しいなと思っております。で、本当はもっとこう、いろいろね、専門的なお話もしてもいいかなと思ったんですけども、もうかなりね、時間を押してしまいますので、今回は結構さらっとしたような内容にして、ギュッと詰め込んだっていう感じです。ですので、まあ、もしね、いや、これってどうなんですかとかって、まあ、不思議に思ったことがあったら、ぜひね、コメント欄の方にご質問いただければ、一つ一つ、ご丁寧に、解説させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さん、どんな揚げ物好きですかね？私、やっぱりね、唐揚げで一番ですね。もうやっぱり鉄板ですよね、やっぱ唐揚げって。うん、あとはね、お魚で言うと、アジのフライすごい好きですね。ちょっと小ぶりなぐらいのやつがすごい好きです。はい。もしね、好きな、揚げ物とかあったら、そちらもね、コメント欄の方に書いてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。